だいたい5月中旬ぐらいにこれぐらいのサイズの芽、この木の中にあるこれぐらいのサイズの芽を切ってやれば、小さくて切られてない芽にこの切った芽の次に出てくる2番芽がね追いつくだろうと。この2つ同じ木ですけどね、こっちはもうめっちゃ小さい、僕の左手で右手の方めっちゃ芽伸びてますよね。はい、だからこういうのが混在してるんで、でも強い芽もまたたくさんおるっていうね、どこまで切ってんかなっていうね悩むとこではあるんですけど、はい、こんな感じね。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一です。今回はですね早めの芽切りって僕が前から言ってる、早めの芽切りの、ご紹介なんですけど、早めの芽切りっていう言葉は僕が勝手に作ったんですが、それだけでちょっと分かりにくいので何月頃っていうのも今日あえて強調して、お伝えしていこうかなと思っております。その前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンまだまだ続いてやっております。更新ずっとしておるんですけども、だいたい登録者の方がね、3000人超えまして、もうメールも最初50通ぐらいだったのがもう今100通以上ぐらいに、なっておりますんで、またそこでねメールでしっかりお勉強していただけたらなお盆栽詳しくなるんじゃないかな、借りにくくなるんじゃないかなと思います。概要欄の方からメールアドレスだけでね登録して、届きますんで、もしよかったらそちらもお願いいたします。はい、では本題に戻ります。僕が、作った言葉なんですけど、やり方、作業の仕方、早めの芽切りなんですけど、具体的に言うと、6月頃が普通の芽切りよく言われるパターンで、僕が言うのは5月頃にやることが多い。だから6月より5月ねちょっと早めなんで、早めの芽切りという言い方をしております。でただ考え方がね普通の芽切りと結構言うともう真逆なとこがあるんで、だからそこをちょっと今日、早めの芽切りをした方がいい目の前3本並べてますんで、それを見ながら詳しく、ご説明していけたらなと思います。まずじゃあそうですね、こちらの黒松からを題材にね説明していきます。パッと見てね、特徴を言いますと芽数がすごく多い。で芽数がすごく多い分、芽にね芽の長さが小さい、その栄養が分散されてますね。芽数が多い分その分ビューッと伸びるような芽があんまりないですよね。ただすごく小さい芽もいたらたまにちょっと大きめの芽がいる、大きい芽の方から先ちょっとあれですね、この辺やっぱてっぺんの方はちょっと力つきやすいんですけど、こういう芽これだけの長さありますね。これちょっとこの木の中では大きい方かなと。で変わって小さいの、この辺そうですね、このハサミの先っぽの方この辺りはかなり小さい芽ですね。これはもう芽切りできないです。こういうのは他にも一個一個は紹介しにくいですけど、いっぱいそういう切れないサイズの芽はあります。でこれで大きい芽だけを切ると。で小さい芽はもうこの早めの芽切り、5月頃にやる早めの芽切りを選んだ以上は大きい芽切った後は小さい芽を絶対触らないっていうのがまた条件なんですけど、小さい芽も後で伸びてきて、切りたくなるところを我慢というような、そんなやり方になります。でこれだとどうしようかな、強い芽だけこういうの切るんですけど、今日は切れないですけどね、時期的にちょっとまだ早いんで、だいたい5月中旬ぐらいにこれぐらいのサイズの芽、この木の中にあるこれぐらいのサイズの芽を切ってやれば、小さくて切られてない芽にこの切った芽の次に出てくる2番芽がね追いつくだろうと。これが5月初旬だとちょっと早すぎて切られてない芽より切られてない芽を追い抜いてねちょっと大きくなりすぎる可能性があるなと。これあくまで僕のこの長年の感覚にはなるんですけど、少々ね
外れてもそんなに差はないです。細かいとこ言ってるだけで。で5月の下旬とかだったら切られてない目にちょっとねこの切った芽がの後の2番目が追いつきにくいかなちょっと、っていうんで、5月中旬ぐらいだろうと。はい、ちなみにここねずっと分かりにくいこと言ってるんで、分かるとこだけかいつまんでもらったらいいんですけど、今切ろうとしている芽と切られない芽の差が小さければ小さいほど早めに切った方がいいです。同レベルなんで切られた方はだいぶガクンと弱くなるんで、だから早めに切ってやったら追いつくと。同レベルなちょっとの差のをこれだけ切ってこっち切らないってなるとなかなか追いつけないですね。もともとが同レベルだから、でもこっちのその元、ちょっと強い芽をやっぱ切りたいみたいなね、そんな感じでこの子は5月中旬ぐらいに切ったら切られてない子、今が例えばこの木だったらこれぐらいちょっと切る用の芽が強いとしましょうね。で切られてちょっとここまで弱くなると。でだんだん秋冬になってこう追いつくみたいなね、そんなイメージですね。じゃあこの木の感じは5月中旬ぐらい。次こっちこの赤松見てみましょう。これ赤松なんですけども、これもね結構芽のサイズの差が激しい。さっきのより差がある。この辺多分日当たり悪かったんでしょうね。うちに来て間が間もないんですけど、この辺小さいです。でちょっと回しますね。こっちから見るとこの辺り、全体的に芽の大きいのが多いですね。これとか結構見えますかね。結構大きいんですよこれね。でこれぐらい差があったら、この強い芽だから早く伸びます。よりその伸びる速さがちょっと速い、強い分だから5月下旬ぐらいに切ったら切られてない芽にちょうど並んでくるんかなっていう、さっきのイメージで言うと同じこと言います。さっきがこれぐらいの差だとしたら今回はちょっとこれぐらい差がありそうだなみたいな。でこれをドーンと遅い時期に切ってでまただんだん同じぐらいになっていくっていうね。これなかなかねややこしいんで伝わるかなっていうところあるんですけど、とにかく普通の見切りの考え方とは結構真逆です。だからこれぐらい差があると、5月下旬ぐらいでもいいのかなというところですね。ある程度この芽より小さい芽は切らないとかね、そこの境界線は決めないといけないんですけどね。だからそうですね、切る芽の中でもさらに強弱があったら、切る芽の中でも小さいのはちょっと早めに切って、切る芽の中でも比較的大きいのはちょっと遅めに切るとかね、そういう2度目切りはあってもいいのかなと思いますね。でちなみにここで一旦あれなんですけど、この5月に切るただこれ5月って言ってますけど、これ僕が住んでる香川県、その西日本のね、日本の中の西日本の温暖な地域で5月です。だから海外だったりとか、北半球南半球の差はありますけど、そういうとこ行くと5月っていう感じで行くとちょっと違う場合があるんで、あくまで日本のね中の広範囲においてのお話と思ってください。だからその違う国でも普段目切りしてるとこより1ヶ月か2週間か1週間か早くっていうような感じで考えてもいいのかなとは思います。でちょっとまた戻るんですけど、この小さい芽を切らないっていうにね、一つすごくいいことがありまして、普通の今まで言ってた芽切りでは結構小さい芽でも切るんですね。で6月の例えば初旬ぐらいに小さい芽を切って、後から強い芽を6月の中旬とか下旬にちょっと時間差をつけてね切る。で結局全部切るっていうようなのがよくあるパターンでしたけど、
全部切ったら結構木に負担がかかるんで、判断が難しい。もうそれができんかったらもう全く目切りしないとかね、あったんですけど、今回のこの僕が何年か前から言ってますけど、この早めの目切り5月頃にするのに関しては、弱いの切らない、強い芽だけ切るんで結構その木に負担がかからないんですね。だからちょっと弱ってる木でも、生存確率がかなり上がるとか、傷みにくいとか、そういういい効果もあります。目切りっていうと全部が全部切らないとダメみたいなね、思い込みの方結構おられるんですけど、これに関してはかなり安全な目切りとも言えます。はい。じゃあ次ちょっと難しい早めの目切り、これがね芽数いっぱいあって、すごく小さい芽もねちょこちょこね数あるんですよね。どこら辺あるかな。この密集してる中とかにね、これ見えますかね。この辺、僕の今刃先が当たってるあたりの芽、ちょっと1個切ってみようかな。目切りじゃなくてモデルとして、よいしょ、こういうもう芽がビューッと出てないですよね。こういうのもおれば、ちょっともう一個モデルになりそうなの切りますね。これ1個、よいしょよいしょ。この2つ同じ木ですけどね、こっちはもうめっちゃ小さい、僕の左手で、右手の方めっちゃ芽伸びてますよね。はい。だからこういうのが混在してるんで、でも強い芽もまたたくさんおるっていうね、どこまで切ってんかなっていうね、悩むとこではあるんですけど、はい、こんな感じですね。でこれぐらい差があったら、でもこの強いとこは特に強いんですよね。弱いとこは特に弱いのに、だからこの強いのを早めに切ると、その切られてない芽とはいえ小さすぎるのが、追いつけないというかね、小さいのが小さいまんまになりそうだなっていうのがあるんで、5月下旬か、そうですね、この中でもさっきも言いましたけど、切る芽の中でも中くらいの芽を5月下旬ぐらいに切って、ちょっとこのビョンビョン伸びてるのを6月初旬とかにしてもいいですね。はい、だったらうまいこと秋冬あたりに芽が平均化するかなっていう、葉っぱの長さとかね、芽の大きさとか、はい、そもそも今になった例ですけど、芽切りっていうのは、秋とか冬に葉の長さとか、芽の、強弱をなるべく平均化する、同じような強さ長さにしていくのが芽切りの、大きい、役割。あと芽数増やすっていうのもあるんですけど、もともとこんだけ芽数がある子だったら、葉の長さや葉の強さ弱さを平均化するのが特に目的になってきますね。はい、だから早めの芽切りの中でもそうですね、さっき言ったんですけど、ちょっと中くらいのも取ってみようかな。これちょっとどっかあるかな。これぐらい、これね、いらないわ。これね。はい、ちょっと今ね芽の小さいの大きいのいろいろ僕の手の上に並べたんですけど、この小さいのは切らないとね、ずっと切らない、伸びても。でこれをね、この木の中でも中くらいの、これ切った方がいいんですけど、これを5月下旬に切りましょうと。これね。で特に大きいのは6月初旬ぐらいに切りましょうと。はい、それで多分この赤松なんですけど、ちょうど平均化するんじゃないかなと思います。はい、なかなかややこしいことたくさん言ったんですけど、何年か前からこれは言ってるんですけどね、結構いい手法だと思ってるんで、この早めの芽切りかなっていう、分からんなっていう時はね、僕にどうにかしてご相談していただいてもいいんですが、今回の動画をもとにね、うちの木も早めの芽切り良さそうだなと思ったら、これ採用していただいて、もうめっちゃ元気だったら普段の昔からの3コション書いてあるやり方で大丈夫です。もう一発でドーンと切ってもいいですし、小さいのを先切って2週間後に強いの切るとか、それが昔のよくあるやり方なんですけど、元気だったらそれでも全然いいんですけど、ちょっと弱ってるなっていうのがね、これ早めの芽切りに採用されることがよくあるんで、はい、
そういう感じで今動画いつ頃放映されてるかわからんですけど、はい、じっくり見てみてください。で本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。